今日は圧力鍋を使っておでん風の煮物を作ります。ごぼうの方は1センチ5ミリぐらい、1センチから1センチ5ミリぐらいの斜め切りにしました。大根は2通り半分に切ったものと、から真ん中に包丁目を十文字に入れたもの、赤い色のものも欲しいので、人参もしました。硬いものを先にやる。そう、硬いものを先にやって、水を600ほど入れます。水600に、お醤油 100cc を入れました。いろんな自分の味でだしを作って大丈夫と思います。ごぼうと大根と鶏の手羽元を入れます。結構な量で、ひたひたになります。こんな感じで。圧がかかったら火を少し弱めて、でタイマーで15分ほど柔らかく煮てます。まずこれをお皿の上に、出します。こうやって。ゆで卵です。厚揚げを鶏肉の団子とか長いのもひたひたぐらいまで入れたら一旦止めます。圧がかかってから5分間ほど煮ます。こんな感じで、もうしっかり煮えてます。今日は圧力鍋を使っておでん風の煮物を作ります。で、今は大根がたくさんできるので、大根を煮て、野菜もしっかり、取って、で肉も取りたいと思います。まずごぼうの方は1センチ5ミリぐらい、1センチから1センチ5ミリぐらいの斜め切りにしました。で、大根は2通り半分に切ったものと、から真ん中に包丁目を十文字に入れたもの、それから赤い色のものも欲しいので、人参もしました。で、最初に、鶏肉とごぼうと大根とを先に、圧力鍋で、柔らかくしようと思います。硬いものを先にやる仕事？そう、硬いものを先にやって、おでん風になると今度は練り物が入ってくるから、練り物はとろけてしまうから、短時間でやらんといけんから、あれする、けど全体的にはすごく時短料理で量もたくさん取れるし、いろんなものが食べられる。要は圧力鍋を使って時間を短縮しようってこと？そういうこと？もう大変な時、子供がすごい食欲があって大変な時はいろんなそういう工夫もしよった。すげえ食いよったもんな。だからまず2.5 リッターの圧力鍋ですけど、これに水を600ほど入れます。600。それから今のも水600、で、これは濃縮のだし入り醤油ですけど、この濃縮のだし入り醤油はいろんなものが一緒に入っててすごく美味しいんで、最近はこれをよく使ってますけど、これは 100cc ほどあります。水600に、お醤油 100cc を入れました。で、普通はおでんとかのセットとかを買ってくると、その中にだし汁も入ってるのもあると思うんですけど、それでも構わないです。自分の好きな味で、いいと思います。オイスター入れてもいいってこと？なんか誰かがオイスター入れる、オイスターソース入れる。そういういろんな自分の味でだしを作って大丈夫と思います。で、この中に、ごぼうと大根とこの丸と半分に切ったのなんか意味があったの？
食べやすいように半分に切ったのと、そのうち柔らかくなったらもう箸でスッと切れるから、大きいのでも構わないで、煮詰まってきたら大きいの食えってこと。そう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 。人参とこれ人参を入れて、でこの中に鶏の手羽元を入れます。結構ひたひた、結構な量で、ひたひたになります。こんな感じで、でこれで、蓋をしてしっかり閉めて、でこれを火にかけます。圧力は一番高いやつでやるの？一番高いやつで、これでかけて、で圧がかかったら、火を少し弱めて、でタイマーで15分ほど。そこから15分。まずこれをしてる間に、今日はこっちの方に緑色のものがないから、ほうれん草を先取ってきて、ほうれん草のごま和えを作りました。作りました。もう待ってる間に。いや今日ちょっと早く帰ってこようと思ったら、急になんか翻訳のテスト受けるとか言われて。でこれで、一応2品できました。はい。5分経って、お鍋の圧が下がりました。圧が下がるのを待ってから蓋を開けます。で蓋を開けて、中はこんな感じで全部もう柔らかく煮えてます。まずこれをお皿の上に、出します。人参とかはもう本当に柔らかく煮えるので、下手をすると形が崩れてしまうぐらい、煮えてます。やっぱり圧力鍋は短時間で柔らかく煮えるので、すごく燃費もいいですし助かります。火つけっぱなしにしなくていいからね。そうそう。硬いごぼうもこんな感じでもうスッと火が通ります。火じゃなくて串が通る。串が通ります。本当に短い時間で柔らかく煮えるので。汁がすごい少ないよね。そういう意味合いでも燃費はいいっちゃいいんですよ。そう。で、これを一応出しました。もう一応柔らかくなってます。で次にお鍋の中にこんにゃくとかこれはゆで卵です。ゆでた卵とか、それから血圧の高い人にはもう本当お豆腐料理、厚揚げをたくさん今日は入れたいと思います。大豆製品が血圧を落とせてやつ。そう。そしてやっぱりタンパク質がいる肉の方と、それから野菜の方と、鶏肉の団子とかそういうのを、鶏肉の団子時間があれば自分で団子にしてもいいですけど、ほぼ全部入れちゃうの？だいたい長いのもあるし、これでも余ってお鍋のひたひたぐらいまで入れたら一旦止めます。で
この練り製品とかはもう柔らかいし、味が染み込めばもういいですから、味が染み込むのは圧力鍋が一番ですので、これで5分ほどかけますけど、圧がかかってから5分、圧がかかって、今暖かいんで圧がすぐかかると思いますけど、圧がかかってから5分間ほど煮ます。で、余った材料は食べてる間にまた次の分に入れたりとかしながらやれたらいいと思います。どうしても早くにしたかったら6対1のだし入り醤油を継ぎ足して、ああ、なるほどね。ひたしたにしてやったら、だし醤油が1で水が6のやつを追加して、したら全部に入れと、まあ人数が多ければそういう風にしてもいいし、だけ圧力鍋はまあ半分ぐらいが、量的には入れられる、あんまり多く入れるとパンクしてしまうから、半分ぐらい入れて、だけど圧力鍋はもう本当時間短縮ですごく楽だし、こうやってしとけばなんていうの、血圧の予防とか、血管予防したりとか、割とバランスの取れた食材が柔らかく煮えるから助かると思います。だからごぼうなんかもすごくね体にはいいものやし、今は大根の季節やし、圧力鍋でそのままかければこんなに柔らかく煮ても煮崩れしませんから、すごくこういうのでも普通の鍋でごつんごつん煮たらもう絶対煮崩れしてしまうような品物やけど、大丈夫やし、でしかもお肉はなんていうんかね、すごくホロホロと溶けるような感触に煮えるから、今日はまあ鶏はちょどっとして、あとは肉団子にしましたけど、鶏を大量に煮てもいいって、そう、鶏だけをする時もある。うちはね3倍ずつ買ったりして、鶏肉とポン酢を薄めたやつで、そうポン酢の薄めたので煮付けにしたりします。やっぱり脂っこいものも食べる時はあるけど、煮物も結構食材として取り入れた方がいいし、やっぱバランスを取るように、だからまあほうれん草の和え物とサラダと、それからあと大根おろしもしようと思うし、あとお魚があるからお魚刺身にして、今日は大体のバランスが取れると思います。ゆで卵が1個サラダに消費されとったりする。それとかね、厚揚げで豆腐が入るから、これでほんと血圧がすごく下がったもんね。びっくりした。150、60あってたんだけど、1ヶ月で今日測ったら120代、まだ下の方が100とか110とかあったのが、90まで今のとこ下がってきて、まだもうちょっと血管を柔らかくするための努力をしようと思ってるけど、やっぱりアーモンドもあるアーモンドもあるけど、最近は大根おろしの辛いところを、レモンとか柚子酢かけて食べております。頑張っております。まあでも1ヶ月でこんな下がると思わなかった。まあまた5分待つと。5分間待ちます。まだ圧が上がってないけ、圧が上がってから、5分経って、それから圧が下がるまで待って、今圧が下がりましたので、こんな感じで、もうしっかり煮えてます。いい匂いだな。いい匂いがしますね。これで、まあ味はもううちはもうこの味でやってるんで、あれですけど、自分とこの味でこういう形でしたら、もう本当に短時間でしっかり味が染み込んだ食事ができると思います。量もたくさん作れますし、圧力鍋は便利です。出来上がりました。これは一緒に
するのお皿に？一緒にお皿にするけど、一人ずつ盛り合わせて、このだしをかけて、あれしてもいい。温めるとかは？温めなくてももう大丈夫やろ。そのまま食える。温める時にはもう温めてもいいし、それはもう自由。そのおでんみたいにその汁が大量にないから、その鍋に入れて煮て温めるっていうようなことはしない。それでもいいし、それはもう食べ方は自由やし、もうこういう場合はもう待ってたりしたらもうできたものからあげたりすることもあるし、子供なんか待てないからね。大人のこの会話の中で食事ができてどうするか、盛り付けどうするかって言ってるだけの話で、時間がもう夕方なんか迫っとって忙しかったら、もうそれこそできた分からどんどんそういう時代もありました。ありました。はい。出来上がりです。出来上がりです。